ゲートの仕様が違う。開かない。それに何も感じ取れない。本当にそうなのか？この違和感の原因さえ分かれば、真実に一歩近づくことができる。怪しいのは舞台だけじゃない。この島に登場した役者もだ。そう考えると、このチームは問題を抱えた奴らばかりだな。いや、一番の問題は、みんな揃って水着になってることじゃないか？ナビゲーター、やっぱりここにいた。すず、俺を探してたのか？どうした？大変だよ。早く私とラボに行こう。見せたいものがあるの。おう、よし、わかった。これは元の世界に戻るために作った実験装置だよ。資源の問題でこの計画は一旦中止したけど、ラボの地下にこんなものが。エネルギー源はこの島の中心のあの湖につながってるの。願望の湖。ニムビウスの力で異世界間の移動を実現しようと。大正解。さすがナビゲーター。実験の時にこの装置を使って元の世界に一匹のキツネ丸を送ってみたんだ。成功したのか？もちろん。キツネ丸に撮影機能を搭載させたんだ。送られてきた映像を見てみて。ああ、流してくれ。綾香？キツネ丸を拾って。ここは医療科？どうしてここに？あ、これはすず？あっちにいる私とここにいる私は同じ人物だよ。でもここにいる私たちはただの意識に過ぎない。つまり俺たちはこの世界に転送されたんじゃなくて。
私たちの意識はこの夢のような世界に巻き込まれて抜け出せなくなってるんだ。そしてこの夢の世界のキーパーソンがスカディってわけか。じゃあなんで湖に純在級現在のエネルギー波動があるんだ。純在級？本当？しまった。その現在は多分ずっとスカディの体内に潜んでたんだ。疑似通感覚者を最高の隠れ蓑にして完全体になったら現実に降臨する気なんだ。うまく対処しないと貪欲以上の壊滅的な被害を受けるかもしれない。私たちがこれを未然に防ぐことができなかったら最悪の場合。だがこの情報をアイギスに流せば多分スカディが監禁されちゃう。くっそ、ここで純在級現在を倒す方法はないのか。あるよ。 AVG だ。時間さえあればあの技術を復元する自信があるよ。でももし AVG の復元が終わる前にあいつが目覚めちゃったら。今の俺たちの技術や能力で現在が目覚めるのを遅らせることはできるか。それかダメージを与える方法はあるか。この装置を爆発させればきっとできるよ。おそらくここに不可逆的な損傷を与えられるけど、もしこの夢が現実世界のスカディに影響を与えたら。ここはスカディの影の国だ。万が一にもスカディを危険な目に遭わせるわけにはいかない。ナビゲーターもそう思うんだね。ナビゲーターはどうする？残りのエネルギーを使ってステファニー博士のところに行って報告する？それとも私にかけてみる？とんだ難題を出すんだな、スス。俺がスカディを守る。そっか、わかった。でもかっこいいセリフを言ってるけど結局女の子の力を借りるんだね。ま、俺はいつもみんなに助けられてきたからな。あっさり認めた。さすがナビゲーターだね。なら私も力を貸してあげる。あ、頼む。警告、警告。侵入者発見。生体シグナルを45体探知。外観の防衛システムと接触し戦闘に入りました。侵入者？どこから？スズ博士がラボを留守にしていた間にトンネルを通過しました。会長たちだ。防衛システムを止めて。了解。停止しました。防衛ロボを壊さないように手加減してくれればいいんだけど。